皆さん、こんにちは。今日も私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は地球上で最も孤立した島の一つでありながら、世界中の多くの人々を魅了し続けるイースター島の謎に迫りたいと思います。特に、この島で最も有名な謎の一つであるモアイ像に焦点を当てて、なぜこれほど多くのモアイが建てられたのか、その目的や意味、そして建設方法など、多角的な視点から詳しく探っていきたいと思います。イースター島は、その遠隔性と独特の歴史から多くの科学者や歴史愛好家の関心を引きつけています。しかし、その魅力は専門家だけでなく、私たち一般人にも感じるものがあります。日常生活で感じる小さな謎や発見とは異なり、モアイはその存在自体が大きな謎をはらんでいます。今日は、その謎解きの旅を一緒に楽しんでいきましょう。私たちの冒険は、イースター島の基本的な情報を共有することから始まります。次に、モアイがいつ、なぜ、どのように建てられたのかを見ていきます。そして、モアイが持つ様々な意味や目的、それが島の環境や社会に与えた影響など、幅広い話題に触れていきたいと思います。最後には、モアイと現代との関わりや、これらの神秘的な像が今後どのように保護され、研究されていくべきかについても考察していきます。それでは、神秘に満ちたイースター島とモアイの旅を始めましょう。イースター島とは、神秘の島の概要、イースター島。その名を耳にするだけで、多くの方々が神秘的なイメージを抱くことでしょう。この島は南太平洋に位置し、最も近い陸地からは約 2000km も離れている地球上で最も孤立した島の一つです。しかし、その遠隔性にもかかわらず、イースター島は独自の豊かな文化を育んできました。イースター島の歴史は約1200年前に遡ります。ポリネシアの航海者たちが大海原を越えて、この島に到達しました。彼らは、航海の技術だけでなく、豊かな文化と信仰を島にもたらし、独特な社会を築き上げたのです。その最も顕著な証拠が、島に点在する約900体のモアイ像です。モアイは、単なる石像ではありません。それぞれが独特の顔を持ち、時には巨大で、その存在感は島の景色を決定づけています。しかし、これらの像が何のために、どのような意図で建てられたのかは、今もなお謎に包まれています。いくつかの理論がありますが、明確な結論には至っていません。イースター島の風景は、豊かな森林に覆われていたと言われていますが、モアイ建設の過程で、大規模な森林伐採が行われ、現在のような草原の景観に変化しました。この環境の変化が、島の社会や文化にどのような影響を与えたのかは、非常に興味深いテーマの一つです。今日、イースター島はその神秘性と独自の文化遺産により、世界中から多くの観光客を引きつけています。ユネスコの世界遺産にも登録されており、その保護と研究が重要な課題となっています。このように、イースター島は、その孤立性、独自の文化、そして謎に満ちたモアイ像によって、私たちの想像力をかき立てます。次に、この神秘的なモアイの起源に迫ってみましょう。モアイの起源文化と歴史、イースター島のモアイ像は、ただの石像ではありません。これらの巨大な彫像は、島の古代文化と歴史を語る重要な遺物です。モアイが最初にいつ、どのような目的で作られ始めたのか、正確な記録はありませんが、一般的には紀元5100年から1500年の間に建てられたと考えられています。モアイの起源を探る上で、私たちはポリネシア人の航海術と移住の歴史を見ていく必要があります。ポリネシア人は素晴らしい航海術を持っており、彼らは太平洋の広大な海域を横断し、遠く離れた島々に定住しました。イースター島にも、これらの航海者が到達し、独自の文化と社会を築きました。モアイは、主に蘇生崇拝と関連があると考えられています。これらの像は、亡くなった族長や重要な人物を記念して作られたとされています。島民にとって、モアイは亡き祖先の精神が宿るものとして、非常に重要な宗教的な意味を持っていました。また、モアイは社会的、政治的なシンボルとしても機能していたと言われています。イースター島は複数の部族に分かれていたと考えられており、各部族は自らの権力や繁栄を誇示するためにより大きく印象的なモアイを建設しようと競い合っていたとされます。このように、モアイは単なる石像以上の意味を持ち、イースター島の人々の宗教観、社会構造、政治的野心を反映しているのです。しかし、これらの巨大な像を建てることは容易な作業ではありませんでした。次に、この複雑で困難なモアイ建設の方法について詳しく見ていきましょう。モアイ建設の方法技術と労力。モアイの建設は古代イースター島人の卓越した技術と集団労働の象徴です。
これらの巨大な石像は、島内にある火山岩を用いて作られました。最も一般的な建材は、トフと呼ばれる軽、石質の火山岩で、主に島のラノララクという場所で採掘されていました。モアイの製造には、複数の段階がありました。まず、石材を採掘し、大まかな形を作ります。その後、精巧な細工を施して、顔や体のディテールを作り上げていきました。この工程には、石のチゼルやハンマーなどの原始的な工具が用いられていたと考えられています。しかし、建設の最も難しい部分は、これらの重量数十トンにも及ぶ像を製造地点から設置場所へと運ぶ作業でした。研究者たちは、長年にわたってどのようにしてこれを成し遂げたのかを研究してきましたが、現在でもその正確な方法は謎に包まれています。一説には、モアイを立てた状態で前進させる歩かせる方法や、横たえた状態でローラーを使って運んだとも考えられています。このような大掛かりなプロジェクトには、膨大な労力が必要であり、一体のモアイを完成させるのに何年もかかったと推測されています。また、多くの人々が協力し、食料の提供や労働の提供を行うことで、社会全体の結束が強まった可能性もあります。モアイの建設には、高度な技術と共同体の協力が不可欠であり、それはイースター島の人々の組織力と技術力の高さを物語っています。しかし、これらの巨大な像の建設は、島の環境にも大きな影響を与えました。次に、モアイが島の環境と社会にどのような影響を与えたのかを見ていきましょう。モアイの目的と意味宗教から政治まで、モアイ像の存在目的は、単に壮大な彫刻作品を創出することだけではありませんでした。実は、それぞれの像には深い宗教的、政治的意味が込められていたのです。モアイが表しているのは、島の祖先たちや、その精神を象徴しています。当時のイースター島の社会では、祖先崇拝が重要な役割を果たしており、これらの巨像は、祖先の精神を具現化し、島の住人たちに守護と繁栄をもたらすと信じられていました。像が見守ることで、作物の豊作や漁獲の増加、そして社会の調和が保たれると考えられていたのです。また、モアイは島の政治的構造にも関連していました。島内の様々な部族がそれぞれモアイを建設し、その大きさや数で他部族との優位を競っていたと考えられています。このように、モアイは部族の力と富の象徴であり、社会的地位の表れとしての役割も担っていたのです。しかし、この競争が過熱するにつれ、島の環境や資源に対する圧力も増大していきました。モアイの建設と移動には大量の木材が必要であり、その結果、森林の減少と土壌の侵食を招くことになったのです。このように、モアイはイースター島の人々にとって宗教的、政治的に非常に重要な意味を持ち、島の文化とアイデンティティの核を成していました。しかし、その建設は環境への影響をもたらし、結果的に社会にも大きな変化を引き起こすことになります。次に、モアイがイースター島の環境と社会に与えた影響について詳しく見ていきましょう。モアイの影響環境と社会。モアイ像はイースター島の文化と歴史において中心的な役割を果たしてきましたが、その建設と存在が環境と社会に与えた影響は決して軽視できません。モアイの建設はイースター島の環境変化と社会構造に大きな足跡を残しています。まず環境への影響に注目しましょう。モアイ像の建設には膨大な量の木材が必要でした。これは像を掘り出すだけでなく、完成した巨大な石像を運ぶ際にも使用されました。この過程で、島の森林は大きな被害を受け、多くの植物種が失われたと考えられています。森林の減少は、土壌侵食を招き、農地の肥沃さを損ない、食料生産にも悪影響を及ぼしました。次に、社会構造への影響です。モアイ建設は部族間の競争を助長しました。部族の地位は、モアイの数や大きさで決まることが多く、このために各部族はより大きく、より多くのモアイを建設することに熱中しました。しかし、この競争は資源の枯渇を招き、社会的緊張を高める結果となりました。資源の枯渇は食料不足を引き起こし、結果的に社会の不安定化を招いたとされています。これらの環境と社会への影響は、モアイ建設の持続可能性に疑問を投げかけます。一方で、モアイはイースター島のアイデンティティを形成し、後世に多大な文化的価値を残しましたが、他方で、その建設過程が島の環境と社会に与えた負の影響は否めません。この二面性は私たちが現代社会においても直面している環境保護と文化的発展のバランスを見つけるという課題を反映しています。次に、モアイが現代においてどのように保護され、研究されているのかについて詳しく見ていきましょう。モアイと現代保護と研究。モアイ像は今日、
イースター島の象徴であり、世界中から多くの観光客を引きつける文化遺産です。しかし、この貴重な遺産は、自然の摩耗や人為的な損傷のリスクにさらされています。このため、保護と研究が重要な役割を担っています。保護に関しては、ユネスコの世界遺産に登録されており、イースター島の当局と国際社会が連携して、モアイ像の保存に取り組んでいます。気象条件や観光客による摩耗から、モアイ像を保護するための様々な措置が施されています。例えば、モアイ像周辺の観光コースの整備や、触れることのできる距離の制限が設けられています。研究の面では、モアイ像の建設技術や、その社会的、宗教的な役割について、深く理解するための研究が進められています。考古学者や歴史学者は、地質学的な調査や、放射性炭素年代測定を通じて、モアイ像の年代や建設過程についての新たな発見を重ねています。また、イースター島の先住民族であるラパヌイ族の口伝や伝承を研究することで、モアイ像が持つ文化的な意味に迫ろうとする努力も続けられています。これらの保護と研究の取り組みは、モアイ像が持つ歴史的、文化的価値を未来に伝えるために不可欠です。モアイ像を通じて、私たちは人類の歴史と文化の多様性を学び、環境との調和を目指す現代社会にとって重要な教訓を得ることができます。次に、この動画の締めくくりとして、イースター島のモアイ像に関する話題を総括し、今日のテーマについての結論を述べたいと思います。終わりに、本日は、遠い太平洋上に位置する神秘的なイースター島と、その島に点在する巨大な石層、モアイについてご紹介しました。イースター島のモアイは、単なる巨石彫刻以上のものです。それは、遥か昔に、この孤島で栄えた文明の証であり、人類の歴史、文化、さらには環境問題にまで、深く関わる重要な遺産です。私たちはモアイの起源をたどり、その建設の方法に驚嘆しました。また、モアイが持つ目的と意味の多様性に思いを馳せ、その影響が社会や環境に及ぼした影響を検証しました。そして、現代におけるモアイの保護と研究の重要性を確認しました。モアイの存在は、遠い過去から現代に至るまで、私たち人類に多くのメッセージを伝えています。文化の重要性、環境との共生、そして何よりも未来への教訓としての価値を持っています。この動画を通じて少しでもその価値が伝わったならば幸いです。モアイに関する話題は尽きることがありませんが、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。イースター島のモアイをめぐる冒険はまだまだ続きます。皆さんもぜひ、この神秘的な島とモアイの物語に思いを馳せ、さらなる探求の旅に出てみてください。今日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。今日の話題はここまでです。動画内容が良ければ高評価をお願いします。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。